にちは、プリンセスモナカです。今日はね、やっぱりあんかけの酢豚を作ろうと思います。寒くなってきたのでね、今日はちょっとあったかいけど。はい、始めますね。お肉はね、豚の塊だとね、ちょっと高齢者には硬いかもしれないので、団子作って酢豚にします。油の火をつけて温めて、で団子を団子を揚げてね。野菜は人参とピーマンと玉ねぎです。で油で揚げたらあんかけにしていきます。ちょっと水出しとこう。で油をね温めてる間に団子は小さい方が火通るのでちょっとちっちゃく団子作っていきます。お肉はね、ひき肉 300g ぐらいしました。玉ねぎ半分を刻んでね混ぜました。それにちょっと醤油とかで味付けたのです。これは調味料とかね後でちゃんと概要欄説明欄に書きますよ。よしょ。やっぱしね肉の塊よりね団子の方がね高齢者は食べやすいのね。団子の方が塊より柔らいからね。もういいかな。ちょっと入れてきます。お団子よいしょ。最近あんかけが多いですね。やっぱ寒くなるとねあんかけはちょっと温まっていいので中華飯とか麻婆豆腐とかしてますね。今日は酢豚にしますと思って酢豚もね肉と野菜を油で揚げてあんかけのタレにね混ぜるだけですから意外とややこしくないと思います。そろそろ火を普通に戻せなくちゃ。最初だけ強火にしておかないとね。よいしょ。お団子がたくさんできました。ちょっとこれでかい。いい感じなのでいい色から揚げていきます。玉ねぎがちょっと大きすぎたね。大きすぎてポトポト落ちてるわフライパンの中に。どういうこのまんまでもきっと美味しいと思います。下味ついてるのではい、ちょっと玉ねぎの落ちたの取りますね。玉ねぎなんかいっぱい落ちちゃった。そして野菜入れます。
菜はすぐ揚げなくちゃいけない。よいしょ。お肉の場所を移して、肉もうちょっとしてもよかったかな。カラッと。できました。玉ねぎも揚げていきますね。すぐできるので。よし。結構いっぱい、これ玉ねぎ半分くらいしました。半分ぐらいしたけど、人参半分とピーマン2個ぐらい入れましたね。どうしよう。お皿に取るわ。そして人参あるからちょっとだけ長めに、ピーマンはねすぐいいんだけどね。でも人参うまいといてよかった。やっぱりね。やめます。よし。はいはい、アクがいっぱいついちゃった。そしたらこの油は置いといて、次タレね。このタレの中に今入れていきますね。砂糖とか酢とか醤油とかケチャップとかお水とか入れてありますよ。油をちょっとこれ持ってちゃう。もうこんな風に。ここにお肉入れますね。お肉どちゃ。油。ちょっと油を取って。もうぐつぐつ。ちょっと弱火にしよう。焦げちゃうから。そして玉ねぎ入れます。どひゃ。そして次は人参とピーマンです。早い最初から片栗粉とか全部作ってるからもう早い。よいしょ。すぐできちゃった。人参とピーマンまたどしゃっと入れます。おっと。そして混ぜます。手がベタベタになった。油でね手がねヘラヘラ。お肉が潰れるからヘラでしなくちゃ。お酢のいい香りします。どうでしょう。よいしょ。
これでお肉も柔らかくできたでしょうか。よいしょ。美味しくできてればいいけど、こんな具合です。あ、ヘラのために見えない。肉団子と玉ねぎとピーマンと人参の酢豚です。入れ物大きいのにしよう。いっぱい作ったので。ね、いっぱい作っちゃった。ちょっと作ってもすぐいっぱいになっちゃう。これもうできたと思いますよ。できてなかったね。入れていきます。うわ、酢のいい匂いが。わ、肉がちょっと壊れそう。違うか。まあできたね。タレ少なかったかな。よいしょ。どうでしょう、こんなんで。できました。肉団子の酢豚できました。このお皿に取ろうと思ったけど量が多かった。おいしょ。おいしょって。こんな感じです。もう美味しいかどうか見てみますね。美味しいと思いますけど、ちょっと味見してみます。ちょっとどうでしょう。でも見かけは美味しそう。見かけだけじゃダメだけど、ちゃんと柔くなってるでしょうか、人参。食べてみよう。肉団子のね、酢豚。おいしい。ピーマンもやばい。人参もやばい。下茹でしといたからね。玉ねぎはちょっとガサ、ちょっとだけガサッと落とした。お肉も柔らかいです。普通の酢豚の肉よりずっと柔らかくって、やっぱ高齢者には食べやすそう。味もちょうどです。風でした。人参も柔らかった。玉ねぎがね、ちょっとカタって言ったけど大丈夫でしょう。はい、というわけです。あったかいので作ってみてください。美味しいです。モナコでした。ありがとうございます。